はい、西田製作所です。神奈川県相模原市というところで、ギターアンプのリペアと販売をしております。今回あれですね、僕のアンプをちょっとメンテナンスしていただいたということで、はい、ミュージックマンの 112RP65 ですね。はい、これは確か何年 ?79 年。これはやっぱりね、フェイザーがやっぱり肝だと思いますっていう。割とだからミュージックマンいろんなモデルあって、よく言われるのがこうフェンダーの流れなんでしょっていうけれども、結構モデルごとでトーンが違うんで、一概にそうとは言えないところってあって、RP さっき弾いてお見せしましたけど、RP は割とこうブライトの効きがエグいんで、そのブライトの効きのエグさが逆にちょっとマーシャルチックにならせる。マーシャル好きなんで、結構だから割とこう好きな感じの音がさっと作れる感じがありますね。これ RP じゃない RD だったら、そのブライトスイッチ入れても、こうにはならない。ここまではならないですね。うん、歪み方も違いますね。歪み方も違います、RD も違うし、あといわゆる6号とか、あと HD か、130、150の HD とかも違うし。はい、で、ちょっとマニアックなことさらに言うと、80年代入った後期型だと、75と150になるんですけど、それだとレギュラーモデルもフェーザーになってるんですよ。で150も150でもトレモロじゃなくてフェーザーになってる。75もフェーザーになってるんですね。それってやっぱ音違います？違いますね。あとね、パワー感動とかあれってあんまり安易に言いたくないんですけど、その頃だと 6L6 になるんで、それでまたちょっと音の感じ違いますね。これは EM34。そうですね。初め34なんですよね。そうです。最初が34で、34っていうか初期出荷は、シルバニアとかの 6CA なの。同じで、後期からは 6L6 ですね。これ 6CA7 だと、いわゆるその34と比べたら、何がどう違うんですか？でも、そんなに言って変わるかなっていう気がしますけど、ちょっと 6L6 っぽいのかなって気がしますけど、だからマーシャルでもあえてその 6CA なの刺される方もいるんで、バンガイレンとかもそうだったみたいで、そう。それもあるんで、だから割と、でもやっぱちょっとね、落ち着く感じはあるかな。チリチリ感減るというか、そういう傾向はあります。この真空管そのオリジナルのままっておっしゃってますよね。そうですね、このまんまでしたね。よく持ったな。いや、本当にね。意外とね、ダメになりにくいです。なんか、無茶さしてる割には。なんでなんですかね。結構フルチューブとかだったら、ね、パワー管とか。真っ先にって感じですね。清流管とかいっちゃいますよね。これはね、なんか、そもそもだってハイのモールで700ぐらいかけてるんで、かなり無理さしてるんですけど、そのカスコードプッシュフルって言って、パワー管と、パワー管のカソードにトランジスタつないで、相互にこう、引っ張っていくような感じで出力上げるんですけど、それをやってるから調子がいいのかなっていうのは、ちょっと私なりの考えですね。アンプとして、西田さん的にミュージックマンってどういう特徴、その仕組みだとか含めてどんな感じですか？そうですね、まずはそのパワーアンプが今言ったような特徴があって、で人によってはちょっとやっぱトランジスタっぽく感じちゃうところもあると思うんですよ、それが逆に。でもやっぱちょっとチューブらしさ残しつつ、あともう一つあるのが、やっぱりこれキャビがいいんですよね。うちの動画でも散々言ってるんですけど、パイン材で割と薄くて堅牢な単板なんで箱なり感が良くて、あともう一つ言えてるのがバッフルが、この時代だとフェンダーはパーチクルって言って語学図を固めた材で、やっぱちょっと脆いんですけど、これしっかりとした針葉樹系の合板なんで、合成が高いんで、音がパーンってまっすぐ飛んでる感じがありますね。オプションでエレクトロボイスとか JBL とかがあったので、重いスピーカー乗せることを想定して、そこら辺ちょっとしっかりされたんじゃないかなって憶測ですけど。これバックのボードは、ちなみにそのネジ穴が4つしか開いてないんですか？どうだったっけな、ちょっとごめんなさい。結構、1、2、3、4、5、6、7か。開けてるんだ。7です。すげえ。ただ、フェンダーはフェンダーの、銀パネの中後期とかは、溝掘ってドンと入れてあるから、合成はあっちの方が高いんですよね。ただ、前の板が脆いんで、結局グズグズになっちゃう。ちゃんとその出荷時にオプションもあったから、割としっかりしてる。そうなんですよ。フェンダーもね、JBL とかあったんですけど、そうだけど脆いのが多いですね。歪んでたりとかしますけど、ミュージックマンはそういうところは歪んでないんで、そういうところはしっかりしてますね。あと欠点といえば欠点なのが金具が錆びやすいところぐらい
まあ実際錆びてるしね。もうめっちゃ錆びるんですよね。でもまあこの時代のアンプ好きな人ってこういう見た目の劣化してたりもあるし、味っていうことで、いろいろ聞いてるとちゃんとメンテナンスとかなり頑丈なアンプっていう。そうですね。あとね、メンテナンスしやすいのはやっぱ両フェンダーの思想哲学すごく感じます。結局基板をペロンとこうめくってさっとこうアクセスできる感じがあるんで、ちょっとね RP まだ大変な方なんですけど、でも大体がネジ数本外してくるっと基板が出る。RP の場合ちょっとトランジスタが止まってるのでトランジスタのネジも外さなきゃなんないんですけど、あとあれかパワー管につながってるハンダ1箇所2箇所取らないとくるっていかないんですけど、でももう圧倒的にそのパッとばらせるコースが少ないっていうのはやっぱりそのツアー先のメンテナンスまで考えてんじゃないかなと思いますね。なんかそのミュージックマンのアンプは僕も昔おすすめされたことあるんですよ。よく行ってた楽器屋さんで。その時に音はそのこの店長さんもとってもめっちゃええねんけど、難点が壊れたら直せへんねんって言ってて。そこの楽器店にもその店長が使ってた50やったかな。RD50。で、音良かったんだけども使えなくなってんだよねみたいなこと言ってて。で、結構その時は、当時聞いたのが、メンテしてくれるとこないんだよねって聞いてて。僕もその先入がめっちゃあったんですよ。あ、もう壊れたら、もう捨てるしかないかみたいな。だから、それで結構敬遠してたんですよ。なるほど。でも、そういうことね、セラさん経由で、ミソさんもいけんねん。そうね、人が大好きすぎてね、12台ぐらい持った時期があって。12台はやばいっすね。いや、もう処分して1台もないんですけど、そう。だいぶ勉強しまして、ミュージックマンは大体見れるようになったと思います。これなんか基板じゃないですか。この頃です。そのなんか修理するときに基板やったら、なんかそのパターン切れてるとか、そういうのもあるんですか？あります。あとパターン、まあちょっと弱いっちゃ弱いですね。気をつけてないと。だから、したら裏からスズメキ線とかで補修して、しっかりやってあげてっていうことが多いですね。まあでも補修してあげれば大体なんとかなるし、そのベースになる基板の板自体はガラエコのしっかりしたガラスエポキシのしっかりしたものなので、まあそこは大丈夫です。これが昔の国産とかだと紙フェノールとかで、もう湿気吸ってズグズグになるとかはあるので、崩壊してきます。崩壊しないので、その点はやっぱ全然いいと思います。西野さんがミュージックマンのアンプ好きな理由って何ですか？やっぱりその音がパンと飛んでくるとこと箱鳴り感の良さと、あと重いっちゃ重いですけど、コンパクトで十分音圧出るじゃないですか。そこなんですよね。で、20代の頃、そこにお客さん預かりですけど、RD50、同じの持ってて、これをカートにくくりつけて、エフェクターボールとギターショって、都内のライブハウス出てました。でもなんかカートでやっぱ運んでもトラブル起きないぐらいな。そうですね、丈夫でしたね、基本的に。それなんで、まあなんでしょう、20代の頃ライブ使ってましたし、で、なんかこんなちっちゃい RD50 でも、まあ結構、ライブハウスで下げてくださいってぐらいの音圧が出るんで、でもう一人ギターいて、その人がテレキャスに JC だったんで、まあ、抜けるじゃないですか。だから、もうそれなりのアンプ持っていかないと、アンサンブルが対等に成立しないんで、それでやっぱり、そういう点でもちゃんとアンサンブルが成立する音量がちゃんと出るっていうのが強かったですね。でも意外とやっぱり今、使ってる方は少ないイメージ。少ないですね。確かに。ないんじゃない？見ないよね。ジョニー・ウィンターと、あと、クラッシュのジョー・ストラマーが、そうなんです。ミュージックマンで。ただ、このロゴが嫌いらしくて、彼は、このセブンティーなパンタロンな感じが嫌だったらしくて、ロゴ外して使ってたっていう逸話が、ジョー・ストラマーが、あと誰でしたっけ、グルーバーズの人、日本だと。あと、バースデーでギター弾いてる人。チベルスケの、もう一人あの方とかが、ミュージックマンですよね。ミュージックマン使ってたんですか？使ってます。でも、そのぐらいしかミュージックマン出てこないですね。そういうの当時って、ミュージックマンのアンプって、まあこれでも79年とかで、まあ神田紹介入ってるじゃないですか。とはもう当時も普通に多分販売したのが77、8年とかなんだと思うんですけど、その時はもう一発目で入ってきてた。
だと思います、多分。もう基本的に神田商会のあれ入ってますもんね。神田がやってるみたいですね。これって100ワット仕様になってるんですか？あ、100ボルト仕様。あ、これはなってます。あ、よかったね、入れなくて。危ない。危ない危ない。すぐ115でやろうとする。そうね。あ、やめといた方がよかった。並行品とかで神田の血がないと、117のが多いですけど、117はね、意外とわかりやすくて、100だとね、パイロットランプつかないです。そうなんですか？そうです。電圧めっちゃかけてるからですか？そう、電圧、いや、なんかパイロットの弾のその性質なんでしょうね。つかないんですよ、100突っ込むと。ある意味優しいですね。だから、117に上げてあげた。で、それで調べたら、ヒーターがちゃんと100ボルト相当来てないから、あ、これ違うなと思って、上げてあげたらパイロットがパッとついて。だから、そうパイロットのね、このネオン級だかなんだかわかんないんですけど、このランプの仕様がそんな感じですね。でも当時からもう100ボルト仕様で、国内で普通に出回ってて、数って結構あったんですか？だと思います、結構あったと思います。なんかだって街のスタジオとかにありましたから。あ、そうなんですか？僕が高校生、大学生の最初の頃ぐらいにちょこちょこ行ってた町田のスタジオでありました。もうゴミみたいな状態でした。ひでえ音しかしなくて、その時の印象最悪だったんですけど。そうそう。へたってたってことまあ、へたりまくってましたね。金額的にはどうですか？いや、まあまあしたと思いますよ。してたよ。カタログとかね、ありますけど、多分20万とかしてたんじゃない？まあ、してると思いや、当時のペンダントはあんま変わんない値段だと思います。で、エレボイ仕様にすると、オプションでプラス何本そう。この頃スピーカーオプション流行ってたから、その流れで、ほら、日本ハモンドもジャグボックスにアルテック乗せて、かわいそうにもがれて捨てられちゃう。まさにそうなんですよ。そうそうそう。まあ、ディスれないですけどね。結構でも残ってるのはエレボ乗ってる個体が多いですよね、逆に流通してるのは見ると。このミュージックマンのエレボイって、ちょっと背面がいいですよね。真っ黒。真っ黒ですね。真っ黒ですよね。真っ黒です。そのバージョンもいい。あれ音いいです。銀のやつも。あれ OEM で。OEM のやつ、そうです。銀色っていうか、金属むき出し。あ、そうです。金属むき出し。あれも結構いいですね。これも買った時ね、エレボイだったらなと思ってた。一杯は持ってる。一発死んでるし。そう。カス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 って言うんだ。そう。あとはそうですね。やっぱあと、出力が、この時期のは大体ハイローついてるから、ちょっとパッとこう、状況に合わせて、コントロールできます。仕様とかが、なんか言ったらこれ、ハイとローってあって、これ、ローにすると、出力が下がる。出力が下がります。電圧が下がるんで、トランスのそのターン数が変わるみたいな感じで、電圧が下がる。使ってる時に変えない方がいいタイプ。でもスタンバイに兼ねてるんで、一回スタンバイにして、そこで行けば大丈夫。なるほどね。ただね、トランジスターも含めた電源が生きてるから、スタンバイにしてもなかなか音消えないのが特徴です。そうなんですよ。残って、歪みながら残って、消えるまで多分1、2分。そんなに長いです、長いです。後ろはオームの切り替え。4と8ですね。4ってまたいいですね。多分2発モデルみたいな。それも見て買ったんや。なるほど。だから、1回頼まれてあったのが130のヘッドで、1960で鳴らしたいから16で使えるようにしてってアテネ電機と相談して、4816のトランス作ってもらって。アウトプットトランスの方作ってそうですね。あと、なんか、まだちゃんとやってないんですけど、普段、今日持ってきてないですけど、プリアンプ乗ってるボード僕も使ってて。で、これをパワーアンプみたいに見立てて、もう使いたかったんですよ。なんかこれ、この表の。そう、まさにこれ。そう。これが、そう、センドリターンといえばセンドリターン。なんかね、説明がめっちゃわかんないんですよ。これね、だから、あれなんですよね、ローレベルが、結構プリアンプの前の方のセンドリターン的な感じになってて、で、これ TRS つないで、で、どっちだったかな、要は Y ケーブルって言って TRS で、モノラル2本で分岐するやつを使うと、で、間にエフェクト入れるとセンドリターンみたいに使えるんですよ。ほら、ややこしい。いや、それ難しいんだよね。チップがリターンだったと思うんですよね。そうすれば、普通に挿して、パワーアンプ用として使えるわけですよ。仕様としてはなんで俺を映す？いや、それいらん。でもね、だからそこ使いづらいから、ハイの方を落として、線のリターンに改造する。
ギターにしちゃえばまだ分かりやすい。仕様としてはね、ゲイン、ハイゲイン、ローゲインと、ブライトスイッチとディープ、これ多分ローの感じ。なんかね、分厚い音になる。分厚いよね。うん。これね、ノブとかは全部プッシュプルとかはない。ないと思う。そう。だからこれ、西田さんにメンテナンスしてもらう前は、もうね、この辺、ゲインとかが、なんかこの辺から、まあ今でもそれはめっちゃちょっと歪み出して、音でかくなるんやけど、まあね、もう音がちょっと繋がってなかったよ。マジで。ガサガサ言うとかじゃなく、ではなく、まあ、挙動的なもの。挙動的に。で、まあ、ボリュームはもちろんこのゲインと関係してて、まあ、ゲインこう下げてたら、ボリュームを上げたくなるみたいな感じだったけど、なんかね、つながり悪くて、なんかこの辺のポイントがほぼ使いにくかったよ。それが直してもらったら、そう、今は割と6、7、8、9、10までが。つながる感じで。銅がゲインの前の線路リターンみたいな感じ。ヒップがリターン。はいはい、リングが線路になります。で、ハイの方はマスターボリュームの手前で線路リターンで、さっきヒップがリターンで、リングが線路。あ、じゃあパワーアンプを入れるだけだったら普通にそうです。TRS 使わなくてもいけるんですね。普通にいけるはずです。ハイの方に突っ込んだら、もうボリュームコントロールは、プリアンプに依存。その辺あれだね、所長まとめた記事作っとけばみんな見返してくれるよ。いや、これ誰が需要あんねんって。いや、ある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 。でもこれ普通にじゃあこのローに入れたら、ゲインのところと、まあ、ボリュームとどっちも使います。EQ セクションも関係する。関係する。AQ はこれの前なんで。ってことは純粋に、まあ、音量とゲインとが使える。いや、まあ、これやったら別にこのアンプとファズフェイスぐらいでいいんやけど。だから、TRS で Y ケーブル作って、ちょっといろいろ実験されてもいいと思いますね。しかし、ややこしい、あれやな。だから当時だとまだそのセンドリターンとか概念ないんで、エフェクターとかも、まあ、あるのか。あるにはある。あるにはあるけど、あんまりメジャーではなかった。センドリターンっていうものがついたっていうのを、セルマーとか、あとオレンジの OR とか、メサとかでも割と早かったね。メサはでもね、マーク2のね、2B 以降からなんで、やっぱり70年代終わりですね。2A だとないんで、センドリターン。そう考えると、まあ、ちょっとこう、センドリターンに手を伸ばしかけたモデル。そうですね。ただ、これだけなんですよ、あるの。そうなんですね。このモデルだけなの？だけです。RD なかったでしたっけ？ RD と RP だけ。で、だから、いわゆる、6号とか130もないはず。6号130、7号150もないはず。確かにないわ。これないです。ナイスは130。これはどっちかって言ったから、ツインリバーブ準拠なんですよね、コントロールが。そうか、所長言ったら2だよ。そうそう。で、それで130引いて、スピーカー抜かれたやつもらって、自分のキャビネで鳴らしたんですよ。この結構ええやんってなって、それから、なんかやっぱりちょっと、X とかつぶやいたら、これね、やっぱり好きな人いるんでしょうね。ちょこちょこ DM くれたりして、で、もっとこれ、いいのあるんだよ、みたいな。で、それで教えてもらったのが RP やったんです。多分、フェイザー好きですよねって言われて、めっちゃ好きっす。フェイザー乗ってるの知ってますって言われて、なんすかそれみたいな。フェイザー乗って RP ってやつがあるんですって言われて知ったのがそれ。でもなかなか出てこなかったよ。球数少ないですか？いや、RP 割と見ますけどね。マジっすか？じゃあ僕縁がなかったよ。検索の仕方が下手くそだ。いや、でも最近は見ないかもしれないですね。12台ぐらい持ってた頃って10年前の話なんですけど、その頃はやたらあったんで、もう、ヤフオクで安いとか思うとつい買っちゃったりとかしてたんで。その時知らなかったんだ。トレモロモデルとフェイザーモデル、どっちがトレモロの方が多かったんですか？トレモロの方が多いと思います。だから、いわゆる、あれですね、6号と130の HD と7号とか。7号は、7号はフェイザーモデルか。でも、そうですね。あと、そこにある純粋な RD だと、そもそも揺らし物は一切ないんで、リバーブはあるけど、そういう感じですね。結構ラインナップあるんですよね。カタログ見たら、当時のやつ見たら。結構ラインナップ豊富ですね。で、15インチのモデルもありますもんね。15インチありますね。でも意外とあれですよね、まあ、メンテナンスされてないものも多いかもしれないですけど、買おうと思って意外と手頃で買えたりもします。そう、まだね、安いんで、これ以上高くなってほしくないありつつ、もっと評価されてほしいっていうのもありつつ、複雑な気持ちではいますね。
まあでも、もし買って調子悪いなと思ったら、西田さんのとこだったら直せる。まあ、直すってます、大体は。いや、もうそこだよ。やっぱ直せる人がいるっていうのはね、最高。ほんまに。あとは、あれですね、やっぱり、まだそんなに評価されてないんで、評価してほしいと思いつつ、でももっとね、売れてほしいなと思うところあるんですけど、何年か前にリーシュー出たじゃないですか。あれも全然売れなくて、でもあれ、DV マークが作ってたんですよね。あ、そうなんですそうそう、マークさんがあれ大好きらしくて、ミュージックマンの。それで作ったらしくて、やっぱり何台か現物見ましたけど、ちょっと風合いというか雰囲気がだいぶ違って、まあ一番残念ポイントは箱が似てるだけで別物だったんで。単板のパイン材のやつじゃなかった。そうそう。で、スピーカーがまあ、あそこお得意なDV マークの、ネオジウムのスピーカーだったんで。じゃあやっぱこれもリーシューより、ボルテージがやっぱいい未来を直ってしまった。そう、オリジナルの方がいいです。今の話聞いたら、それはもう、調子悪くてもね、古いやつ買うわ。言うたらあかんけど。オリジナルの方が、そう、いろいろやっぱ良かったんだなと。ただ、リーシューはリーシューでスピーカーのおかげでめっちゃ軽いんですけどね。132発で、なんか24キロとか。おかしいおかしい。めちゃくちゃ軽いですね。これで、でも、65で20キロちょいぐらいですか？まあそうですね。大体それぐらいですよね。一発のスピーカーでその重さだからね、考えてちょっとおかしいな。でもね、15インチバージョンもちょっと買おうと思ってた時は、その西田さんがキャビしっかりしてるよって話になって、15インチキャビって今あんまないから、思ったんだけど、重さがね、割とあったのよ。ありますね。重たいですよね、15インチ。30弱あります。そう。15インチ一発。うん。あるんで、そのうちまた買って、西田さんにお願いします。うん、その時はね、キャビネットだけ使うかもしれない。まあ、それもありっちゃありですね。そう、でもね、僕も知って弾いたけど、なんかいわゆるそのハイブリッドタイプの、確かにね、ほんとフルチューブとかに比べると、確かにちょっと高質っていうか、音固めなとこあったりとかするけど、もうでも、全然普通に、個人的には全然許容範囲というか、だってね、スタジオとか、しょぼくれた真空管アンプとか、音量が上がるアンプとか考えると。だから、結局、下手したら今この年代のフェンダーとか、すごい高くなっちゃってるんで、それ考えたら全然まだ安いし、そうなんですよね。だからそういう点ではまだいいと思うんですよ。で、やっぱり、あと、素材としてそのトランスもいいし、いろいろいいからなんでしょうねっていうのはあるんで。だから、2台ぐらいしか見たことないですけど、フュークス、ダンブル系の。フュークスモッドで、これを素材にして、フュークスがオーバードライブスペシャルにしちゃってるやつあるんですよ。結構そのフェンダーとかをベースにモディファイしたもの、それで珍しくミュージックマンもやってるものがありますね。素材としては、でもトランスも大きいですよね。トランス大きいし、ちゃんとしてるんで、全然いいです。あとあれですよね、答えのこととして、僕個人的にミュージックマンいいなと思ったのが、ツインリバーブとかみたいってあれですけど、ちょっとギラギラしすぎない、ちょっとダークな感じ。ああ、まあそうですね。それはそういうところもあって、使い勝手が多分好きな子多いんじゃないかなと。130とかそうだよね。130ダークですね。ダークですよね。それが結構僕は好きだったんですよ。あ、こんな音なんやと思って。だからなんだろう、割と、重い音楽でも全然合うんじゃないかなっていう気はしますけど。あとあれですよね、そのエフェクトとかエフェクターとか、外つないでも相性とかも割と悪くない。割と普通に乗ってくれるから、多分使い勝手めっちゃいいと思うんやけどね。まあ昨今あんまね、アンプを弾かない人もね、いる世の中になってるから。でもやっぱね、スピーカーから鳴らして、肌で感じてほしいっすよね。でもね、それの感覚大事ですね。こう体が揺れるというか、なんならギターも揺れるというか。そうだよね。このミュージックマンシリーズで、西田さん一番好きなモデル何かなと思って。はい。それ、はい、ミュージックマンで一番好きなもの。そう、好きなモデル。RP です。でも65で。そうですね。RP65 か100。だから、RP だと基本、EL34 っていうか、6CA7、2本なんで、で、65ワットなのか、100ワットひねり出すのかの差でしかないんですけど、どっちかですね。西尾さん的にはやっぱりこのちょっと古めの時代のやつで、やっぱ、ちょっといいアンプって言われて、やっぱ筆頭に出てくるのがいい。まあ、そうですね。
もうフェンダー、マーシャルあたりは別格として、まあ、そうですね、ミュージックマンですかね。あと意外とね、評価低いんだけど、個人的に好きなのは、このミュージックマンを真似してんだろうなっていうような、PB のクラシックとか、黒いクラシック、黒でこの銀色のラインが入ってるクラシックとか、あとメース、デュース、あの辺、レーナード・スキナードとかあの辺が使って、あれはカスコードプッシュプルとかそういう機能はないんだけれども、普通にフェイズインバーターまでIC とトランジスタで、横 L 録音2本か4本並べて、デュースは、メースは6本か、150ワットっていうのがあって、PB のその子が結構好きですね。PB？ あと、クラシック40とか30とか50とか20とかそういう名前じゃなくてクラシック。クラシック。それは知らなかった。デュース、メース、その辺が割といいですね。言っちゃうとこのキャビネット買うだけでもって感じがしますね。そうです。本当いいですね。これはね、楽でありがたいっていうのだけの話なんですけど、張り替えたって言ったじゃないですか。張り替え楽なんです。なんでかっていうと、いわゆる化学系のゴム系の接着剤じゃなくて、壁紙と一緒で糊なんですよ、これ貼ったのが。バラバラにして、ちょっと水かけてあげて、お湯がいいかな、お湯かけてあげて、糊溶かしながらペロッと剥がして、で、その後表面すぐ整うので、張り替えもめっちゃ楽なんですよね。あれ、張り替えてくださいって一番大変なの、ペチャーってくっついた接着剤を剥がして、下地を出すことなので。そうそうそう。あれ、ギターのリフィニッシュ以上か波に大変なので。やっぱり、もともとレオフェンダーがラジオ職人でしたね。やっぱり考えられたもので。そうですね。設計はなんか違う人らしいんですけど、でも哲学はすごくあるのかなと思います、レオフェンダーの哲学は。そうで、プリとパワーでそれぞれ真空管とトランジスタが別々でハイブリッドという言い方するんですけど、このカスコードプッシュクルはある意味本当のハイブリッドで、パワーアンプのところで真空管とトランジスタを組み合わせて出力を出すので、ある意味本当ハイブリッドです。車のハイブリッドも結局同じ、2種類あるけど、同じ軸上にエンジンとモーターがあって、エンジンとモーター助け合うような感じのものが、あるじゃないですか。エンジンで発電してモーター回すハイブリッドカーもあるけど、日産みたいに。ああいうのじゃなくて、本当ああいうのと一緒で、そっか、真空管とトランジスタが合体して、それ鳴らすっていう。すごくざっくりしたイメージで言うと、真空管とトランジスタ同士を引っ張り合うというか、そういうような感じの出力をバンと出すイメージなので。でも聞いてると結構技術的には難しいかもしれない。そうなんですよね。なんでこれにしたんやろうね。でも、単純に出力が上げられるのと、なんかメンテナンス性とかもいいからとかあったのかもしれないし、あと、やっぱさっき言った玉の持ちがいいっていうのも、ひょっとしたらそれと関係あるのかもしれない。これもね、オリジナルの真空管でまだ大丈夫っておっしゃってましたけど、普通で考えたらありえないもんね。そうですね。今回その取り替えたパーツの中に、出てるかな。パーツがほんとでかいんですよね。これがね、トランジスタ。これがそれぞれの6CA7 の仮想度につながって、これが動作する。これ自体も結構なパワートランジスタ的な性能があるんで、これでお互いに引っ張り合うみたいな感じで。これでも、今でも一応代用できるものがあるから交換してるんですよね。あります。草持ってます。で、選別して、特性揃えて、入れてあるんで、多分スポートがだいぶ調子よくなる。ミュージックマンプやったら、ぜひ西田製作所で。ぜひ。いや、ありがたいですよ。ありがとうございます。いや、ほんまに。結構、他のところでミュージックマン見れないってよく言われるんで、西田さん、僕はもう話しかけて前から見れるのが好きでっていう9月そうそう。しかも、お前がね、中身ね。そう。よろしくお願いします。いや、ほんまにありがとうございます。いえ、ありがとうございます。ちなみになんか今おすすめのアンプ。おすすめのだと、店頭にあるものです、これおすすめのアンプ。そしたら、そこにあると重いですけどね。僕もこれのヘッド持ってるんですけど、このクリーンチャンネル側が、ほんまちゃんとクリーン。ね、歪まないいいクリーン。いいクリーンで、で、こっちが、すごい上品な歪みも。きめ細かくて。ね、そうなんですよね。これもなかなかあれですよね。評価されても
これでももっと人気あった記憶あるんですけど。ちょっとね、そう、なんか20年、10年ぐらい前は割と人気あったんだけど、最近ちょっと落ち着いて落ち着いちゃったやつよね。中古でも荒れた個体が出回ってる感じがすごくあるんですよね。調子悪いのとか。ジャック、プラスチックが弱いんでバキバキになってるのとかよく見るし。これはそこの白いマーシャルです、ね。これですね。オレンジカウンティさんで、モディファイされた、アメリカのモディファイの名手の一つのホニャララと近いもの。そこはやっぱ言わないですね。あえて言いません。あえて言いません。これアンプ単体でもうがっつり歪ませたりしてやったら、かっこいいマーシャルさんのが出る。出ますね。ただちょっとご相談によっては普通の1959に戻して納品することも対応します。それいいな。いきます、いや、置き場所がないです。だってさ、これ部屋に置いててゴッホさ、同じこの横幅のやつってでかいんだよ。こんなん置いたらさ、どうしたらいいの？キャビがないもん。いいよ、俺48より渡すよ。いらん。あとはそんなとこですかね。このマーシャルがやっぱ一番好きやけどね。見た目がかっこいいもん。歪まないマーシャルですね、いい意味で。あとね、あれなんですよね。割と国内流通見てると、ブルースブレーカー仕様になってたりとか、あと歪むようにされてたりとかが多いんですけど、これはね、歪まないんで、まんまでいいですよ。これもオリジナルが結構高くて、オリジナルで高いですね。パーツはいくつか変えてますけど、やっぱダメになってるのがあったんで。バーブついてるし、珍しい一枚ですし、800お、四つ穴。四つ穴の。で、マスターボリュームだけつけてます。で、メンテナンスがっつりしてマスターボリュームだけっていう。一応デモ機ということで。売り物ではない。売り物ではない。じゃあ、要相談ですね。これは売れない。仕事で使わないです。そう。これは売れないんですけど、そういう中です。その四つ穴タイプのやつはマスターボリュームつけたりするモディファイも可能。そうですね。マスターボリュームはよくやってますね。だから普通にナローパネルのリーシュもオリジナルに含めてとかにちょっと音大きすぎるよねって言ったらマスターボリュームつけたりとか。あといろいろな方法でゲインアップしたりとか、果ては神田ジョンさんみたいに2チャンネルにして切り替えられるとか、そういうのをやってます。800俺西田さんのとこで見たとき、そのモディファイやってるって時はめっちゃ熱いじゃんと思いましたね。あれはね、結構よくやってました、人。いや、すごい西田さん、やっぱ詳しいな。いや、ザフィーが好きなの。ありがとうございます。ありがとうございます。